こんにちは、斉藤直樹です。今回は絵にまつわるイライラを抱えている人の質問にお答えしてみました。10代、きびだんごさんからの質問です。どうも直樹さん、はじめまして。最近直樹さんの動画を見始めたのですが、とても参考になっており、大変助かっております。いつも素敵な動画を作ってくださり、本当にありがとうございます。これからも応援しております。それでは本題に入りますが、私は中学2年生で、約半年前からイラストの練習を始めた、未だ初心者で、最近になってようやく絵の完成度が上がってきたけど、まだまだ練習しなきゃいけないところもあるし、これからも練習しなきゃな、という段階でした。私はよく、描いた絵を知り合いが集まっているあるグループチャットのようなものに貼り付けているのですが、その時たまに、可愛いや、うまいの他に、神絵師という反応が返ってきて、なんだかモヤモヤしてしまっています。可愛いうまいという反応は非常に嬉しいし、モチベーションにもつながるのですが、神絵師、神絵という反応に対しては、優しさから来るものとか、純粋な表現なんだろうなとは思っていても、内心、何が神絵師だよ、本当にうまい絵を知らないのかなどと思ってしまったり、自分のこれから先の成長や、私が本当に尊敬している S さんたちを否定されたような気がして、若干過剰な反応かもしれませんが、さっきはモヤモヤしている、などと表現しましたが、本当はすごくイライラしてしまっています。はい。イライラしてるんですね。これって私がすごくひねくれた考え方を持ってしまっているのでしょうか？何か変えた方がいい考え方などあるでしょうか？辛辣なものでいいので何かアドバイスがあればお願いしたいです。ここまで長文を読んでいただきありがとうございました。はい。ということで、きびだんごさん、ご質問ありがとうございます。中学2年生でね、ネット環境を使って自分のモチベーションを上げながら目標に突き進んでいく積極的な姿勢、素晴らしいと思いました。私はひねくれた考え方をしているのでしょうか？ということなんですが、別にひねくれてはいないと思いますね。ただ今回の問題は何かに夢中になって盲目的になっている時に起こりやすい問題だと思うので、今ちょっとですね、きびだんごさんはちょっとね、一点集中しすぎてあまり広い視野は持てていないように思います。で、自分でですね、ちょっとだけそれに気づいているので、なんかモヤモヤしてるのかなとも思いましたね。なのでそれを直すかどうかは別問題として、なぜ僕がきびだんごさんが盲目的になっていると感じるのかお伝えしますね。相手に尊重されたいなら、自分も相手を尊重しなければいけない。この話を聞いて僕がちょっとだけ引っかかった点があります。それが、私はよく描いた絵を知り合いが集まっているグループチャットのようなものに貼ったりしているのですが、という前提の部分ですね。僕はですね、これを読んでいて、ちょっとここに引っかかっちゃいました。というのは、なんか油断して読んでいると、描いた絵を投稿するために集まったネットの知り合いのグループチャット、そこに絵を投稿しています。という感じにね、一瞬聞こえちゃうんですが、多分それは違って、元々の知り合いが集まっているグループチャットに、私の絵を投稿しているということだと思うんですよね。ちょっとわかりにくいですよね。ですね、きびだんごさんはつまり、絵を投稿する場所という前提は特にない場所、いろいろな趣味趣向を持っている、元々の友達か何かが集まっているグループチャットに、そこに自分の絵を投稿しているということだと僕は思ったんですね。多分ね、絵の仲間が集まっているグループチャットだったら、はっきりとそう書くと思うので、おそらくね、この取り方で合っていると思います。この話はですね、まずはその大前提を押さえておかなければいけません。絵のグループチャットじゃなかったら、絵を投稿しちゃいけないのと、この時点でね、もしかしたらきびだんごさんは噛みついてくるかもしれませんが、いえ、そうは言ってません。まずは落ち着いてくださいね。別にね、絵の集まりじゃないグループチャットに絵を投稿しちゃいけないっていうルールはありませんし、仮にね、僕の読み方が間違っていて、そこが絵の投稿のためのグループだとしても、多かれ少なかれ、今から言うことはですね、人と仲良くすることを考えたら気にした方がいいことだからです。一旦ね、きびだんごさんが絵を投稿しているグループは、絵を投稿するためのグループではないと仮定しましょう。単純にね、仲良しが集まっているだけのグループってことですね。で、もしですね、きびだんごさんが絵を描くコミュニティに絵を投稿しているとしたら、もっと的を置いた反応をもらえるはずだと思います。ここの色がいいねとか、この構図がいいねとか、もっとね、専門的な会話にもなるかもしれません。ですがおそらく、きびだんごさんは、そういうコミュニティでもないところに絵を投稿して、で、その反応や、コメントの見識の浅さ、みたいなところですかね。そういう部分にイライラしているんだと思います。ただですね、見識が浅いにもかかわらず、コメントをくれてるんだから、それはね、浅い反応になるのは当たり前だし、その浅さに腹を立ててしまうのはお門違いだと僕は思うんですよ。だってその見識の足りなさって、いろんな人が集まればね、誰にだって起こることだと思うからです。それにもしかしたらね、きびだんごさんだって、同じようなことを気づかずに、他の人に言っちゃってる可能性すらありますよね。例えばですね、そのチャットに、セパタクロ
郎に夢中な少年がいたとしましょう。そんな人はいないですみたいなそういうツッコミがあるかもしれませんが、これはね、物の例えです。別にね、モロッコ料理だって、トライアスロンだって何でもいいんです。で、その少年、ある日ですね、その子の中ではもう完璧なフォームができたんだよと、自分のセパタクローのボールを打ち返すフォームの写真をポンとグループチャットに投稿してきました。さあ、この投稿に対してきびだんごさんは、その子にどう反応しますか？もしかしたらね、絵の分野じゃないから、何も反応しないかもしれませんが、でもね、褒め方に一過言ありそうなきびだんごさんなんで、褒めないという選択肢はないでしょう。でもきびだんごさんは絵に一生懸命ですから、あまりね、セパタクローに関しては詳しくありません。でもね、褒めたいという気持ちは本物なので、こんな風に褒めました。うわ、すごっ！私、スポーツの才能全然ないから、いやー、セパタクローの才能ある人って羨ましいなーって。でね、きびだんごさんは純粋に心から褒めたつもりでしたが、それを聞いたセパタクロー少年、深く傷ついてしまいました。いや、俺のセパタクローの才能はそんなに大したことない。むしろ努力でここまでセパタクローが上手くなってきたんだ。フォームがいいねとか、ボールへのアプローチがいいねとか、そういう風に褒められるなら、僕のモチベーションは上がるんだけど、才能あるねなんて褒められたら、俺のセパタクローに費やしてきた努力が全部否定されたような気がする。何なんですかその褒め方は。ムカつくなぁ。イライラするなぁ。僕が尊敬しているセパタクローの先輩たちにも、それってすごく失礼な感じがしますよって。はい。もちろんですね、きびだんごさんは、そんなつもりなく、純粋にすごいなって、そう思って褒めただけなので、もう悪気は一切ないんですよ。でもね、そんな風にキレ散らかされたら、褒めた側のきびだんごさんって、このセパタクロー少年のことをどう思いますか？なんか、めんどくさい人だな。関わるのやめとこ。って、なりませんか？はい。なりますよね。でもね、冷静に考えてください。このセパタクロー少年ときびだんごさん、全く同じことしちゃってますからね。よくね、知らないことについて褒めてくれる人は、よく知らないがゆえに、時にはね、的を外したような褒め方します。もうそれがね、例えばその分野ではもうありえないぐらい、逆にね、不愉快に感じてしまうぐらい、変な褒め方になってしまっている場合もあります。でもね、その、褒めたいって思った気持ちは本物なんです。まずはね、それはそのまま受け取りましょう。あなたをけなしたわけでは決してありません。他の人とね、もし良好な関係を築きたいのであれば、まずはね、それを認識しておいた方がいいかもしれませんね。表現を突き詰めるとしたら、盲目的な時期も必要。でですね、ちょっとここまでは、かなり道徳的な話というか、一般論的な話をしたんですが、ここからはですね、ちょっと真逆な話をします。ですね、本当に逆の話をするので、中学2年生のきびだんごさんは、結構ね、混乱すると思います。ですがですね、これは本当に僕の実感なので、あえて混乱させることを承知で、逆の話お伝えしますね。きびだんごさんのような盲目さ、僕はですね、おそらく今の時点では必要だと思います。なので、きびだんごさんは、二通りのね、道を選べると思います。一個はさっき言ったように、一歩引いた目線になって、周りの人と仲良くやっていくような道。もう一方は、周りとね、たとえギスギスしたとしても、自分の能力をぐんぐんと高めていくような道です。でですね、多分きびだんごさんの今の状況は、物事を深く深く突き詰めていって、その先のね、真理にたどり着くために、がむしゃらになって、硬い地面をね、掘り進むような、そういう状態なんじゃないかなと思うんですよね。さっきの僕のアドバイスは、どちらかというと、もっと視座を上げて、周りを冷静に見渡して、自分以外の人がどういう動きをしているのか、自分も含めて、冷静に物事を見つめてみようっていうね、ちょっと客観的になろう、みたいなアドバイスだったと思うんですが、これってですね、その分、掘り進むエネルギーはそがれるんです。それはですね、その分野の真理からは遠のくということを一方では意味しています。さっき言った僕のアドバイスは、人とうまくやっていくためには重要なポイントです。すごく。でも、一方でですね、自分が何も極めていないのにもかかわらず、人と上辺だけ仲良く、角を立てずにコミュニケーションを続けていって、その場だけをね、丸くやり過ごせたとしても、それって自分が虚しいだけなんじゃないの？少なくとも俺がそうなりたいかと言われたら、絶対そうはなりたくないな、と思う自分もこの中には存在してるんですよね。なので正直僕は、周りを客観視できずに、自分の絵に欲しい反応がもらえなかったからといって、内心ね、イライラを募らせているきびだんごさん。結構ね、好きです。そのね、盲目的で主観的で、ある意味自分勝手な状態でしか掴み取れない成長が確実にね、表現の世界にはあります。なのでね、周りには結構嫌われる可能性はあるかもしれませんが、それは一旦無視して、きびだんごさんは、きびだんごさんが信じる道を極めてみるっていうのは結構ありな道だなと思いました。意外とですね、研いだナイフが鋭ければ、その武器じゃ絶対倒せないですよね。っていう敵が、なぜか倒せちゃう時ってあるんですよね。
ね。人間性はさておきとして、絵が上手い人にしか通せないわがままって確実にね、存在するなと、僕は一方では実際に見てきているので、そっちの方向をね、一旦目指してみるっていうのは、きびだんごさんお若いですので、全然ありだなと思いました。もしね、さっきの最初のアドバイスが、なんか心にフィットしないなと思ったら、むしろこっち。ぜひね、他の諸々のことには目もくれずに、自分の絵でわがままを突き通してみてください。で、その路線で、僕がきびだんごさんにアドバイスできることがあるとすれば、きびだんごさんは、わがままを突き通すには、まだまだ絵が下手くそすぎます。人にね、ちょっと褒められたぐらいで、いい気になっている場合じゃありません。それにね、神絵師って言われて切れるなんて、神絵師として恥ずかしい態度です。ってアドバイスでしょうか。ですね、人から、よ、神絵師って言われて苛立つのは、そもそもきびだんごさんが自分のことを神絵師だと自己認識できていないからです。だってね、人間に、よ、人間って言っても怒る人間っていませんよね。だって人間なんだから。人間？何当然のこと言ってんの？って思うだけじゃないですか。本当に自分のことを神絵師だと思っている人は、どんな皮肉っぽく神絵師と呼ばれたとしても怒ることはありません。だって自分は神絵師なんだから。何当然のこと言ってんの？って思うだけでしょ。そう思えないのは、きびだんごさんの絵が自分で自分のことを神絵師だと思えないぐらい下手だと自分自身が思っているからですよね。つまり、周りの評価に自分が追いつけていないわけです。周りはせっかくね、よ、神絵師って持ち上げてくれているのに、その評価に追いつけていない。この不甲斐ない自分に腹が立っているわけです。もしくはね、もうそれって冗談でしょ？もうどうせ冗談なのにもうバカにしてんじゃないわよ。としか思えないぐらい弱々しい認識なんです。もっと盲目的に、どうせならね、もっと自分勝手に絵を突き詰めていって、自分こそが神絵師と思い込めるぐらい高めていってください。そしてね、よ、神絵師と言われたとしても、神絵師ですが、何ですか？くらいに返せるようになってください。それがね、僕がきびだんごさんにできるもう一つのアドバイスです。頑張ってください。応援しています。はい。そしてもう一個、絵についてイライラしている人からの質問です。斉藤直樹先生、いつも楽しく勉強になる動画をありがとうございます。最近少しモヤモヤすることがあり、相談させていただきたいと思いました。知りたいことは、人から言われた一言が、チクチクと心に刺さってしまい、その針を抜き取る方法です。私は現在、イラストとは関係ない業種についていますが、最近周りの方からの協力もあり、会社のポスターなどを制作する機会に恵まれるようになりました。そんな時に仲間内で飲み会があり、酔っ払ったとっつぁんから、そこまでセンスないぞと言われました。もちろん自分はまだまだ未熟で後悔することばかりで実力を痛いほど分かっているつもりです。しかし褒められることも増えてきたため調子づいて慢心して自分の力を過信してしまっていたのかもしれません。心の中でたかだか酔っ払いの言葉だからと切り捨てようとしていますが、制作をしようとするたび他の人の素晴らしい絵を見るたびにチクッとその言葉が思い出されます。やる気がそがれていく感じがするのです。これからも様々な人の意見を聞く機会が増えていくと思いますが、その度にチクチクしていてはキリがないと思いますし、もう良い大人なのに悩んでとは思いますが、書くことが大好きで書くこととなるとどうしても傷ついてしまいました。この心に刺さった言葉の針を抜くにはどうしたらいいのでしょうか。長々と申し訳ありませんでした。先生の考えをお聞きしたいです。山形から先生のことを応援しています。はい、ということで質問ありがとうございます。いますよね、そういうおじさん。自分が平凡だからって人のことをね、こう道連れにしようとする酔っ払い。そういう人がいるのはいろんな人がいますから、しょうがないとは思いますが、だからってね、その言葉が原因で自分の元気が下がってしまってもちょっと悔しいですよね。じゃあそんな時にどう思えばいいのか、そのトゲを抜くことができるのか、いいでしょう。お教えします。センスがない。だから何？ですね、まずは一層認めてください。りょうさんはおそらくおっさんが言うようにそこまでセンスないんでしょう。ひどい直樹。そんなこと言ったらりょうさんさらに傷ついちゃうじゃん。あまりにもひどいよって思った人もいるかもしれませんが、でもね、おそらくですが、りょうさん自身がそれを一番わかってるんじゃないですか。りょうさんね、もう30代なので、30代にもなったらですね、自分に特別な何かがあるかないか、ものすごく卓越したセンスがあるかないかなんて、自分が一番わかるようになるんですよ。で、りょうさんは、俺にはそんなものないかもなって、誰よりもね、自分自身が実感しています。だから、おっさんにそれを言われた時に、チクどころか、もうね、こう、ぐっさーって、抜けないトゲとして刺さっちゃったわけなんですよ。ただね、僕は思うんです。センスない？だから何？って
いえ、別にですね、クリエイターとか漫画家とか、他の何かにおいて、センスがあるっていうことは間違いなくね、プラスには働きますけど、でもね、センスがあるからといって、成功できるかといったら、全然ね、そんなことはないんですよ。むしろ、生地センスがあるからこそ、何が一番大事なのかを見誤って、成功までね、たどり着けない人の方が多いかもしれません。センスは確実にプラスには働きますが、実はね、マイナスにも働きます。要するにですね、絶対に必要なものではなくて、あったらいいなぐらいの武器なんですよ。例えばですね、炎のブーメランみたいなものです。炎のブーメラン。もう RPG を始めた時、みんながね、ヒノキの棒とか、棍棒とか装備している中、自分だけがね、炎のブーメランを装備していたら、ものすごく有利に思えますよね。もう実際それだけで、どんな強敵が現れても、どんな大軍の敵が現れてもね、シュババババババってね、レベル上げしなくてもゲームの序盤ではもう無双できるぐらい、すごく頼りになる存在だと思います。ただゲームの中盤、後半になってくると、炎のブーメランはもうそれだけではだんだん役に立たなくなってきます。今まで一撃で倒していた敵も何発当ててもね、倒れなくなってきます。これじゃ全然頼りになんねえって横を見てみると、ちゃんとね、レベル上げして、剣だけじゃなく他の装備品を整えた冒険者が軽々とね、その敵をやっつけています。もうどんどんね、若手に抜かれていくんですね。はい。クリエイターの世界もそういう部分があります。炎のブーメランとセンスは、そういった意味では結構ね、似ている部分があると思います。おじさんの指摘はですね、言葉を変えると、ただ単にあなたに、お前、炎のブーメラン持ってねえじゃんって言ってきたようなものです。炎のブーメラン持ってねえって言われて、傷つく冒険者いると思いますか？きっといませんよね。持ってないですが、何ですか？別に他の装備を整えて、レベリングしていけば、強いモンスター倒せますけど。それとも何ですか？ここで俺とやろうって言うんですか？ってなりますよね。りょうさんが酔っ払いのおっさんに言われたことは、所詮その程度のことです。りょうさんは、おそらく自分が思った通り、優れたセンスは持ってないでしょう。それは、もう認めてください。それがもしかしたらあるかもって思っているから、そんな一言で傷つくんです。自分にはセンスがない。もうそれでいいじゃないですか。じゃあ、その上でどうするのかです。センスがなくたって別にクリエイターではあってはいけない理由はありません。もう実際にね、会社のポスターとか手掛けられているんですよね。それはすごいことだと思います。センスの他にもクリエイターに不可欠な要素はいくつでもあります。体力、情報収集能力、人の話を聞く能力、それをまとめる能力、センス一つ足りないくらいで、それは取るに足らない問題です。気を落とすことなく元気にやっていきましょう。応援しています。頑張ってください。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？いろいろなことでイライラしたり傷ついたり、そういうね、嫌な気分になってしまいやすい世の中ですが、最近は特にですね、SNS を通して心が疲れてしまっている人多いなと感じます。そんな人にはこちらの動画もおすすめです。現代のクリエイターに一番必要な力は〇〇力です。なんか元気出ないな、やる気が出ないな、と思ったら、こちらの動画役に立てるかもしれませんので、ぜひ参考にしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。